2023年6月8日、参議院法務委員会で入管法改正案が可決されました。2019年に施行された改正入管法により、特定技能による外国人労働者の受け入れを開始した日本。その数は最初の5年間で最大34万人以上に上ると試算されています。入管法改正の最近の動向としては、専門分野の外国人は積極的に、そうではない人の受け入れは慎重になっています。もちろんその中にはキリスト教やイスラム教をはじめ、様々な宗教を持つ人たちも含まれています。そして現実に、都市部を中心としてモスクが建てられたり、土葬の問題がささやかれたりする中で、違う文化を持つ人々との共存について考えさせられる場面に出会います。そこでこの動画では、日本にいる外国人の信仰の場を訪ね歩くルポをまとめた異教の隣人、小文社を執筆した釈徹宗さんの言葉を手がかりに、我々日本人が異なる宗教を持つ人たちとどう暮らしていけばいいのかについて考えていきます。釈徹宗さんは1961年大阪府生まれの僧侶、宗教学者です。釈さんは宗教の定義について、確たる信仰を持って特定の教団の信者になること、そんなイメージを宗教に持っている人が多いのではないでしょうか。それはおそらく近代以降のキリスト教、あるいは新宗教の影響によるところが大きいと思われます。つまり本来宗教の定義はとても難しく、一括りにできるものではないと言います。私自身は宗教の特徴として、生と死に最終的な意味を与えるもの、聖なる領域を持つものであると考えています。あるタレントが、自分は無宗教だが、おにぎりを土足で踏めと言われてもどうしてもできないとおっしゃっていました。これも幅広い意味での宗教的な感覚と言えるでしょう。しかし一方で大部分の日本人は宗教についてほとんど意識していないように感じます。これについて釈さんは、親族のお葬式で初めて自分の家族の宗派を理解する人も多いようです。外国人に尋ねられて無宗教と答える人も多いでしょう。しかしお正月三が日にお寺や神社に行く人は延べ9000万人を超えると言われています。よく考えるとほぼ民族大移動のようなものです。イスラムの巡礼でもそんなことは起こりません。外国の人にしてみれば、日本人は宗教民族だと思うのではないでしょうか。とても宗教的な暮らしをしているけれど、そのことに無自覚であるというのが日本の宗教風土の特徴かもしれません。しかし信じる、感じる、行うといった宗教的文化は私たちの生活に豊かに存在しています。日本人も豊かな宗教文化を持っているんですと語ります。しかし現在日本にはすでに多くの外国人が暮らしていますが、今回の入管法改正でさらに日本社会で生活する外国人の数は増えていきます。言語や文化の違いがある中で、私たちがどう共生していくのかは大きな課題です。釈さんは、今後数年間で受け入れる数は現在の留学生や技能実習生を超えるほどのものです。宗教的な視点から考えると、明確な信仰を持つ人々と共に暮らす状況がこれまで以上に増えるわけですから、宗教に対して自覚的になることが必要になるでしょう。私たちにとっては違和感を覚える行為様式を持つ宗教に対しても、真摯な営みには敬意を払わなくてはいけませんと語ります。諸外国の例から考えても、異なる宗教を持つ多くの外国人の受け入れが社会を不安定にさせる一因になる可能性は十分あり得ると思います。このことにはきちんと向き合わなければならないでしょう。だからこそ、まずは違う文化や宗教を持つ人たちとどのように向き合うのかについて考えておく必要があるのです。また現在進行するイスラエル・ガザ戦争でも、宗教を含む移民の問題は諸外国では政治的な争点にもなっています。釈さんは、例えばヨーロッパにおける宗教問題への対処法は主にフランス型、イギリス型に分かれると言われています。フランスは同一化政策です。フランスで暮らすならフランス流に合わせろというやり方です。フランスではライシテと呼ばれる国税があります。これは公共の場所に宗教を持ち込まないという原則です。例えば公共の学校ではイスラム教の女性であってもベールやスカーフは禁止です。しかし当事者にとっては強い抵抗がありますし、禁止行為自体がイスラムヘイトではないかと問題になったりしています。一方のイギリス型は
多文化共生が原則です。これは聞こえはいいのですが、いわば分離政策、隔離政策になりがちなんですね。生活範囲がそれぞれのコミュニティ内に限定される傾向が強くなるので、イギリス社会の中での受け入れが進みにくくなります。親の世代で移民してきて、生まれも育ちもイギリスなのに、イギリス社会に受け入れられていないと感じる人もいる。自己のアイデンティティに悩んだイスラム教徒の若者が IS イスラム国に入った例も見られました。と語ります。結局のところ、いずれにしても問題があるのです。日本ではどのようなプランで臨めばよいのでしょうか。しかし釈さんはこの点について大きな警鐘を鳴らしています。移民の問題について長い歴史を持つヨーロッパでもこれだけ苦労しているわけです。日本はというとノービジョンですよ。しかも歴史もなければスキルもない。そもそも移民の問題について宗教的な側面から語られることはまずありません。ですから人手不足だけを理由に外国人に対して広く門戸を開くことには危うさを感じざるを得ません。釈さんは異教の隣人という書籍でイスラム教のモスクなど関西にある22カ所の祈りの場を訪ねて紹介しています。さまざまな宗教を信仰する異国にルーツを持つ人々が日本で暮らしながらどのような神様を信じ生活し考えを持っているかについてまとめています。宗教施設はアーカイブ装置の機能もあって、そこにアクセスすれば信仰に限らず伝統文化、食事、礼儀作法など世代を超えてつながることができます。異国で暮らしていると人間はどうしても疎外感を感じてしまいますからね。ですから異国で大勢の人が暮らし始めると、そこには必ず宗教的な場所が作られることになる。それは日本で暮らす彼らのコミュニティに安定をもたらします。これから日本で外国人が増えるにつれて、このような宗教施設が増えていくことになるでしょう。この企画では関西を中心に取材しましたが、東京にはすでにもっとたくさんあることは容易に推測できます。イスラム教におけるモスクをはじめとして、そのような施設が増えていくことに不安を感じる人もいるかもしれません。お隣の国では豚肉でバーベキューをして意思を表すなど排他的運動も盛り上がってきています。自分たちと異なる行為様式を持つ人たちに対して恐怖や偏見を持つのは当然の反応です。また宗教領域の特徴的なところもありまして、他の人権問題と比べてなかなか理解や受け入れが難しい部分があります。例えば私たちにとってはただの図柄でも、特定の信仰を持つ人にとっては極めて重要なシンボルだったりすることがある。このように宗教を信仰していない人にとっては共感しにくい部分が出てきます。だからこそ理解できないけど尊重するという態度が重要になってきます。イギリスの宗教教育についての報告や研究を読む限りでは、他者の信仰を理解するのは難しい。でもその違いを学びながら人間として互いに何を尊重していけばいいのかを模索するなどを各自で考えさせる内容になっているようです。これからより多くの外国人を受け入れる日本でも、そのような宗教教育がいよいよ求められてきていると言えるでしょうと語っています。また生活習慣に関しても、日本ではご遺体のほとんどが火葬されるのですが、イスラム教では土葬でなければならない。しかし日本では土葬は極めて困難です。だからといって単純に日本では火葬するので外国の人も埋葬は火葬にしてくださいというわけにはいきません。宗教の問題は理屈ではうまくいかないんです。だからこそ宗教に関する知識を特に行政で働く人には持ってほしいと思います。しかし日本で暮らす外国人は毎日増えていると思われます。彼らにはどのような苦労があるのでしょうか。やはり埋葬の問題は厄介です。例えば神戸や横浜は早くから外国人墓地があって対応をしてきました。また最近ムスリムたちが協力して自分たち用の墓地を購入したりしているようです。その他にはイスラムのハラールフードに代表される食事や教育についての悩みをよくお聞きしましたね。皆さん日本はいい国だとおっしゃるのですが、やはり自国の文化や歴史、宗教について次世代に伝えていきたいと考えていて、そのような施設が少ないことには苦労をされています。特定技能による外国人の受け入れ対象9カ国は宗教のバックグラウンドも様々で、
各個人の信仰の深さにもグラデーションがあります。一律に線引きすることはできません。そんな中で今後の日本に必要になってくるものは何でしょうか。チャクさんは。これまで無関心だった日本人も異国から来た宗教や文化を持つ人々と上手に折り合いをつけるための宗教的なセンスを寛容することが大切になってきます。例えばイギリスの宗教教育では幼児教育の時期から絵本などでユダヤ教の人々はこんなことを大切にして暮らしているんだよといったことを学ばせ、以降も教科書などを使いながらより高度な知識をきちんと教えていくんですと語っています。一方で不法入国者を抑制するという観点から語られることの多い入管法ですが、これだけ難民が多いということが地球規模の課題であるという現実を日本人は認識する必要があるのではないでしょうか。地続きのヨーロッパの国々ではこの問題について国を二分して論戦が展開されている国も数多くあります。受け入れの問題と共存のあり方、日本は今大きな岐路に立たされているように感じます。これでこのお話を終わります。この動画がなかなか良いと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。